あよいしょ。ちょっと距離近めだ。まあいいか。こんにちは、なすいです。新年一発目のポッドキャストなんですけど、今日はねちょっと新年の目標とか、あとこのポッドキャストの報告をしようかなと思います。で新年の目標はまず今年は YouTube もっと頑張りたいっていうのがあって、でポッドキャストの報告はちょっとポッドキャストの回数を減らすかなくなるかもって感じです。でだいたいポッドキャストの再生数が300から500ぐらいなんですけど、300人から500人見てくれてるってめちゃくちゃすごいことなんだけど、でもやっぱなんかもっと YouTube 数字ばっか追ってても疲れちゃうかもしれないけど、やっぱりもっと増やしたいなっていう思いがあって、でそう思ったのは、今年去年あんまり後半は増やせなくて、でいろいろ自分の中でゆっくり、ポッドキャストもしながら自分のできるペースでやってたんですけど、今年に入って、去年の年末から福岡のフリマと東京のフリマで B2 を自分で作ってみて、でそれがすごい好評で、海外の人からも連絡来たりとか、日本のみんなも買ってくれたりとか、買ってくれたみんなありがとうございますって感じで、なんかもっといろんな服作ったりしたいなと思って、服じゃないんですけど、僕は今回 B2 作ったんですけど、次はなんかキャップ作ってみたりとか、ベルト作ってみたりとか、結構小物系やっぱり好きだから、メガネとかもゆくゆくは作りたいと思ってるし、そのためにはやっぱ YouTube のそのいい影響力もちゃんとつけておかないとなって思った時に、やっぱりね YouTube はねアルゴリズムっていうものがあってですね、YouTube だけじゃないんだけど、インスタも TikTok も SNS 全般、やっぱりポッドキャストはゆっくりできていいんだけど、その他の動画との再生数の差でチャンネルがあんまりおすすめに乗らなくなったりとかもしやすくなっちゃうから、ちょっとポッドキャストは減らすかなくなるかなと思います今年は。でもその代わりもっと楽しい動画、例えば新年に結構気合い入れて作ったセカストの、田舎のセカストディグっていう動画が結構再生数伸びてて、やっぱり俺はこういう動画が求められてんだなっていうのは改めて再確認できたので、そういうフリマの動画だったり、Vlog は撮るけど、やっぱりファッションの動画をもう少し増やしていこうかなと思います。なので2週間に1回1週間に2回上げるペースは変えずにやっていきたいんですけど、それでVlog は月に動画8本上がるとして、そのうちの、Vlog は半分いかないぐらい、3割ぐらいをしようかなとか思ってます。なのでファッションの動画をもっとたくさん上げようかなって思ってます。でもね、本当はこのポッドキャストもめちゃくちゃ居心地いいからしたいんだけど、そうだからね、本当は最初チャット GPT に相談して、これどうしたらいいみたいな、チャンネル分けるべきって思って、最初はでチャンネルを分けて、1週間に1本ポッドキャスト兼 Vlog のチャンネルを作って、でもう1個今のチャンネルは今のままファッションの動画を上げてっていう、1週間に1本ずつ2つのチャンネルに上げるっていう作戦というか戦略でいこうと思うんだけどって言ったら、チャット GPT は、この規模はまだ早いですってストレートに言われて、確かになみたいな、そんな俺が登録してる側だったら正直ね、ちょっと
そんなにチャンネル分けられてもなとか思って、なのでこういう決断になりました。ということで、今日は分かんないけど、だから本当ポッドキャストしたいから、もしかしたらもっと影響力できた時にポッドキャスト用のとか Vlog 用のチャンネルで作るか、それかなんかメンバーとかあるから、そのメンバー限定でもうこのめちゃくちゃ緩いポッドキャストは継続していくか、ほとんどもう自己満だからポッドキャストは、みんながそれでプラス楽しんでくれてる人たちがすごいありがたいことに400人ぐらい聞いてくれてる人がいるから、その人たちの意見も聞きたい。その人たちっていうかみんな、これ今聞いてるみんなの意見も聞きたいから、ぜひ今回のこの動画はちょっとなんかコメントとかあれでもいいし、お便りでもいいし、ぜひ送ってくださいって感じです。今日はここからはいつものポッドキャストに戻ります。で、今日のコーデはブーツがヒステリックグラマーです。で、このデニムが新しいデニムで、シンプルプロジェクトの新作のデニムですね。こんな感じの、ちょっと見えるかな、なんかバキバキの加工がしてあって、すごいヴィンテージ風というか、シワが入ってるように見える加工がしてあって、めちゃくちゃかっこいい。ちょっと映ってるか分かんないけど。で、レザージャケットが、いつもの古着の、よく質問いただくんですけど、これは大学の時に買ったやつだからブランド分かんない。で、フーディーがプラスチックプロダクトですね。今この前東京でポップアップあって、これは2年前ぐらいから持ってるんだけど、去年かな。フーディーと、あとキャップが LA ファムで、バッグもちょっと見えないけどプラスチックプロダクトです。今日この大きいバッグ持ってるのはさっき B2 を発送してきて、なのでこのデカバッグを使ってます。新年の目標はね、結構書いたからちょっとね言っていこうかな。なんかね、冒頭にそのポッドキャストもしかしたらなくなるかもっていうので、YouTube 頑張りたいもそのうちの一つなんだけど、今年の目標、まず去年やってよかったのが早起き習慣だから、今年も早起き習慣は継続したいですね。で、これね、7時起きの継続って書いてるんだけど、正直寝るのが遅くなっちゃうのが仕方ない日もあるから、なんて言うんだろうな、その7時間8時間以上寝ないっていう目標に変えようかなと思います。できるだけ毎日7時8時6時とか、起きれる時間に早起きして、早く寝れる日は早く起きてみたいな。で、その寝すぎちゃう日はなくそうっていうのが今年の目標。今その変えました。7時起きはちょっと毎日それで縛ってたらできない日がいろいろあるから、ちょっとそこでなんかもう達成できなかったってなるよりは、7時間8時間以上寝ないっていうのを目標にします。それは今のところねできてます。ちなみに今年は今1月もう後半に入ったから、あと散歩は続けたいですね。あと週3回ぐらいのランニングを今年はまた目標にしてます。で、最近は夜寒いけどジムに行ってランニングマシンで走りながらネットフリックス見てます。最近はね、あれなんだっけな、なんか韓国ドラマの殺人系のなんか容疑者になっちゃうやつ、名前忘れたけどめっちゃ面白かったんだよね。それを毎日30分ずつ見て走ってみたいなしてた。で、 YouTube 週2は継続で、あとインスタとかももうちょっと投稿頻度を増やして、リールとかなんか結構僕にしか作れないものはあると思うから、それをどんどん作っていきたいですね。で、プラス僕がメインじゃなくて、去年テバさんとお仕事させていただいたんですけど、ブランドのなんか動画とかを作る仕事ももっと増やしていきたい。あと最初にも言ったけど、ちょっと自分が
なんか服作るの、服じゃないけどそのアパレルグッズ、アパレルアイテム、ビーニーとかキャップだったりとか、そっち系ももっとやっていきたいので、今年はなんかいろいろその継続しつつ、なんかいい着実に積み上げていっていい進化をする年にしたいですね。あと今年ね、話変わるけど 4,5 年ぶりぐらいに地元の、本当の地元のもう家の数百メートル付近の神社でずっと大吉出てなかったんだけど、今年マジで 4,5 年ぶりに出たんで、ちょっと今年はいい年になる予感がしてます。だから今年はね、そこでしかおみくじ引いてない。去年とか2年前とかもなんかいつも地元のとこで引いて出ないから、他のとこでももう一回引き直すみたいなしてたんだけどって感じかな。まあその小物のブランドと、あと今年はメガネのブランドも始めたいですね。そういえばお菓子もちゃんと買ってきたんだよ。今日のお菓子はこちら、ローソンのバターどら焼き、抹茶味だった気がする。抹茶バターどら焼き、これやばくない？絶対うまいよね。とあとローソンのコーヒー、まあもうコーヒーもほとんどないんだけど、そう実はこのポッドキャストも今日撮るか、もうどうしようか、そのままフェードアウトしようかなみたいな思ってて、だからさっきまで公園で30分ぐらいゆっくりしてたんですけど、やっぱちょっと撮っとこうかなと思って今回し始めました。うわ、うまそう、やばいなこれ。でん、おう、うん、うまいじゃねえかよ。ランニングね結構やってるんだけど、ちょっとペースを落としたというか、距離を3キロぐらいにして全然なんか無理なく続けられる距離にして、それをちゃんと継続してますね。なのでなんか今年は結構ね、なんかわかんないんだけど正月太りをしなくて、たまたまだから割と体型が今ちょうど自分のベストな体型だから、これを維持しつつでランニングもちゃんとして、でやっぱ俺お菓子大好きだから、こういうのを食べるためにもちゃんとランニングは継続したいですね。皆さんはどうですか？新年の目標ありますでしょうか？なんかさ、ちょっとさ思ったんだけど最近結構ポッドキャスト、日本でも結構増えてきたと思ってて、でもやっぱりなんか2人で話すことが多くて、大体だからゲストを呼んで話してるポッドキャストがほとんどなんだけど、なんか俺それしたいけどしたくないなみたいな。結構さ、人と会うと疲れるタイプの人間だから、
だからさっきそれでちょっと考えたのは、この聞いてくれてるみんなの中から毎週か2週間に1回その応募してくれた人と30分話すみたいな、そのオンラインでね、Zoom とか何でもいいけど電話のアプリで話しながら視聴者の人をゲストにしてポッドキャスト撮るスタイル、これちょっと面白いんじゃないかなって思ったんですよね。なんかそれだったらなんかこうなんて言うんだろうな、例えばモデルで活躍してる何々さんを呼びましたとか、そっちも面白いけど、なんかもっとリアルな悩みとかなんかね、いろいろみんながその聞きやすいというか、なんか納得しやすい話ができるかなと思ったから、ちょっと面白そうかなと思ったんですけど、どうですか？やってみたい方いたらちょっとコメントしてください。一人だとね、やっぱこういう風に話すことなくなるんだよね。でも誰かと話してるとさ、結局いろいろ言葉のキャッチボールできるから、なんか聞いてても、俺ポッドキャストよく聞くんだけど、よく考えたら一人でポッドキャストしてるやついないっていうラジオとかでもさ、大体なんか、星野源のオールナイトニッポンとか菅田将暉のオールナイトニッポンとかなんかいろいろあるけど、大体ゲストがいたりとか、あとお便りを読んだりとか、そういうのが多分主流だから、これちょっとね、俺がゆっくりしてるだけの動画だもんなってちょっと思いましたね。そのポッドキャストやめるかどうかで再生数どうやったら増えるかなとか考えてた時に、これってよくよく考えたらポッドキャストなのかっていうのは今思ってます。わかんない。それでもしかしたらその誰かゲスト呼んで始めるポッドキャストが始まるのか、その視聴者のみんなと一緒に作り上げていくポッドキャストが始まるのか、わかんないけど、ちょっと自分がやりたい方向でやっていこうと思います。そうだね。でも結局は2026年ももっとちゃんと着実に継続積み上げつつ、プラスやっぱり今年もいろんな自分がやりたいことにはどんどんチャレンジしていく年にします。で何かを確立したい、やっぱりそんな感じですね。もう暗くなってきたな。ということで急に今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ポッドキャストを続けてほしい方、その視聴者とのポッドキャスト企画面白そうだなとか思った方、ぜひコメントで意見を聞かせてください。じゃあまたね、バイバイ。ちょうど5時6時のチャイム聞こえるかな。バイバイ。